はい、探偵ドライブ、私立探偵のキユです。よろしくお願いします。今日はですね、結構前の話になっちゃうんですけど、3年ぐらい前なのかな。YouTube を始めようとしていた時期にですね、とんでもなくひどい依頼が入りまして、依頼者さんがひどいんじゃなくて、その調査結果がひどいってことなんですけど、それで最後の最後にどうしてもお金がないって依頼者さんが言った時に、じゃあYouTube に出てくれればその依頼料はなしにしますよって、もちろん個人情報と顔は伏せて出しますんでっていう話で、出ますって言ったんですけど、その後連絡取れなくなっちゃった依頼者さんがいるんですよね。だからこの話は堂々と全く何もストーリーを変えずに話せるかなと思います。最初電話もらったんですよね、その依頼者さんから。で、内容はというと、自分が外人と付き合っていると、日本にいる外人と付き合っていると。それで自分が妊娠してしまって、そのことをその外人の彼氏に話したら、ちょうどその外人の彼氏はその自分の母国に出張で帰ると。で、1ヶ月ぐらい出張で帰るから、その時日本に戻ってきたらその話をしようねっていうふうに言ったらしいんですよ。で、いざ日本に戻ってきているであろう、約束の日ですね。もちろん連絡はなく、そこから1週間経っても連絡なく、2週間経っても連絡ない。あれ、これはおかしいなと。日本には戻ってきているはずだと思って。で、探偵さんにちょっと彼氏を探してほしいんですって言われて、いや、彼氏を探してって、妊娠するぐらいの仲なのに彼氏の家わからないんですかって聞いたら、全くわかりませんって言って、彼の情報分かってること何ですかって言ったら、名前と写真が1枚だけですって。その写真も彼は撮られるのがすごい嫌で隠し撮りしたもう隠し撮りした1枚なんですけどって言われて、って、そんな彼氏いると思って、じゃあ話だけは聞きます、じゃあ一回お会いしましょうっていうことで会ったんですよね、その依頼者さんに。で、会って話を聞くと、彼はイタリア人だと。イタリアで日本の銀座で、有名ブランドの、社員だと。有名ブランドの社員でイタリアから日本に来ていると、いうふうに言うんですよ。銀座に勤めてると。で、その彼が出張で帰ったっていうのはイタリアの話ですね。イタリアに帰ったと。で、今日本にいるはずだと。で、彼の電話番号わかんないんですかって言ったら、電話番号は、知りませんというか、彼は持っていないと言っていましたと。持っていないんですね。イタリア人で有名ブランドに勤めてるにもかかわらず、携帯電話を持っていないと。スマートフォンでしょうね、今で言う。持っていないと。そんなことあるのかなと。で、彼は未婚で27歳だと言うんですよね。で、住んでいるところは、世田谷区の方だということだけ聞いていると。そんな感じで情報が全くないんですよね。じゃあその有名ブランド店ですね、そこの銀座のその有名ブランド店でとりあえず張り込むぐらいしかできませんね、その情報じゃあと。しかも外人だしデータ調査もできないですからね。しかもその名前もその下の名前だけで上の名前なんだっけみたいな感じだったんですよね。名字がなんだっけみたいな、そんな感じだったんですよ。だからもう全くもって情報がないので、その銀座のところで待ってたんですよ。で、3日ぐらいやったのかな。で、一向にそのような人物が現れないと。全然現れなくて、
で依頼者さんに誤解されるのも嫌だから、その従業員通用口っていうのと、もう一個なんか裏口みたいなのがあったんですけど、そこにノンストップでカメラ仕掛けたんですよね。出勤時間退勤時間に合わせて計10時間ぐらい回したテープをですね、テープというかデータを依頼者さんに渡して、いや絶対出てきてないはずだって言って、嘘だと思うなら見てくださいって言って渡したんですよね。そしたらそこまで言うんでしたら出てきてないのでしょうね、どうしましょうかって話になった時に、依頼者さんがふとですね、彼の友達は知っていると。なんで友達知ってるんですかって言ったら、彼の友達は日本人の奥さんをもらっていて、その奥さんは私と全く別のところで友達になってた友達で、要は彼の友達の奥さんは私の友達なんです、だから彼の友達の家はわかるんですって言い出したんですよ。で僕なんかこの携帯電話持ってないって言った時点で相当うさんくせえなと思ってたんで、その友達を尾行したら、つまりそのイタリアの有名ブランド店で働いてるっていうのももう僕の中では嘘だと思ってるんで、その友達を尾行したらなんかちょっとその彼にぶち当たるんじゃないかと、いつかそう思ってですね、その彼を尾行させてくれって言ったんですよ。そしたらその彼はすごくその友達の旦那さんですね、だからその妊娠させた彼の友達はすごい朝早いって言って、だからもう4時ぐらいにその彼が住んでる団地を張り込んで、彼が出てきたんですよね。何丸何号室かって、団地ですから外から見れば分かりますから、そのドアが開いて出てきて、で自転車に乗ったんですよね。その情報がなくて、自転車に乗るっていう情報がで、こっち急遽車で自転車を追っかけたんですけど、ちょっと取り逃がしちゃって、じゃあもう次の日もう一回やろうということで、今度は自転車を置いて、で追いかけたんですよね、自転車と車で。そしたら粗大ゴミの回収業者ってあるじゃないですか。ゴミの回収業者っていうの民間のかな、そこにこう入ってったんですよ、その自転車が。でここで働いてるってその友達は分かったんですよね。で僕なんかその時にピーンときて、あれもしかしてこいつその妊娠させた彼もこのゴミ回収業者さんで働いてるんじゃないかなと思って、なんかそう思ったんですよね。で依頼者さんに電話して、もしかしたらここに彼いるかもしれませんよって言ったんですよね。だけどイタリアの有名ブランドに勤めてるすげえかっこいいイタリア人っていう固定概念っていうんですか、そう信じてるそれがあったので、なかなかそれにうんとは言ってくれなかったんですけど、じゃあいなかったら調査料金いりませんよって言ったんですよね、僕が。してやったら、自転車で来る、写真とは似て、写真もぼやけてたからよく分かんなかったんですけど、とにかく真っ赤な自転車に乗ったですね外人さん、ただイタリア人系の顔じゃなくてどっか中東系の顔の方がいらっしゃって、で写真を見たらよくよく見ると中東系、ぼやけてるけど中東系だなっていうのがわかるんで、この人かもしれないなと思ってパッと写真撮って依頼者に見せたら、これかもしれないしこれじゃないかもしれないって言うんですよね。急遽撮ったんで、急いで撮ったからこっちも遠目からだし、そんなにうまくバッチリ顔を映してなかったんですけど、じゃあこれがそうかもしれないって言ってるんだったら絶対そうだなと思って、それでやったんですよね。もう一回そいつかもしれないから、そいつかどうかを調べるって言って、そいつが来た方向を次の日貼ったんですよ。
そしたらまんまと同じような時間帯に自転車をこいで、ガニ股でねこうやってこいできて、でそいつの顔面をバッチリ撮ってやったんですよ。まあいただいた写真がそもそもぼやけてるので、バッチリこっちが写真撮ってもこっちにはこの男なのかどうなのかっていうのが判断つかなくて、で依頼者にポッて送ったんですよね。ゴミ屋で働いているこの中東系の顔の男性があなたを妊娠させた彼じゃないのって言って、そしたらそうですって言って、おい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 って、ずいぶん違うところで働いてるなと思って、イタリアの有名ブランドのやり手社員から全然違うじゃないかと思って、だから結局友達と同じ会社で働いてたってことなんですよね。じゃあもう家を確かめようと。だから帰りまた自転車ポンって置いて、その赤い自転車が通るであろう道で待ってたんですよね。そしたらまあと4時ぐらいかな、通って、まあ朝早い仕事ですから終わりも早いんですよね。で通ってで追っかけたんですよ。そしたらもうこれがまた30分ぐらいあるの、自転車で。まあそれ俺じゃなくてもう一人の調査員が頑張ってくれたんですけど、若いからね。その30分ぐらいの道のりで世田谷の方かなと思ったら、まあ全く違うんですよね。家は池袋の方だったんですよ。で結局そいつの家がまあ30分の尾行でやっとこさっとこ分かって、じゃあその家にそいつだけが住んでるのかどうか調べましょうみたいな話になってやったんですよね。でやったんですよ。家が分かったんで、まあそしたら女の人が出入りしてるんですよね、その家に。で見込んだっていう情報だったので、最初浮気相手かなんか連れ込んでんのかなと思ったんですけど、どうやらですね、まあそこの、ポストにこう名前が書いてあって、その名字が日本名なんですよね。だから彼がそこに住んでるっていう表現の方が正しいんですけど、いろいろこう調べていくうちですね、その日本人の女性がとその妊娠させた彼は夫婦で、そもそも既婚者だったんですよ。でそこまでの調査結果を依頼者に伝えたんですね。で依頼者に伝えたら実際会いに行くというわけですよ。で分かりましたと、どうぞご自由にって言ったら、ついてきてくださいというわけですよ。でもついてっても私たち何もできないですよって言ったんですけど、もし私が殺されそうになったり襲われそうになったら助けてくれと。そんなことあるのかなと思ったんですけど、実際そんなことなかったんですけど、会いに行ったら超驚いてましたね。すげえ驚いてて、なんでここにいるんだって言って、なんでここが分かったって言って、で彼はその出てきた瞬間に逃げていったんですけど、逃げられないと思ったんでしょうかね。弁護士を使ってちゃんと悪いようにはしないからと、もうちょっと待っててくれと、あなた結婚してるんじゃないかって、騙しててごめんと、とにかく弁護士を使ってその妊娠の件に関しては話し合いもするし、必要なその病院代、中絶するんだったら中絶するのお金を払うから、とりあえず1ヶ月ぐらい待ってくれと。1ヶ月は待てないって言ったら、じゃあ2週間だけと。その間に弁護士を雇って必ず弁護士から連絡行くようにするからと。でその日は終わったんですよね。で依頼者さんもこう普通にそう言ってくれたんで待ちますって言って、実際
でいうと、もうその調査期間のうちでもう3ヶ月ぐらいかかってるんですよ。その情報が全く嘘だし、どうやってやろうかってこう悩んでるうちに、実際こう3ヶ月ぐらいの月日が経ってて、依頼者さんその中絶できるギリギリなんですよね。日本の法律って確か妊娠4ヶ月5ヶ月までしか中絶できないんですよ。要はそれ以上経つと一人間としてもう認められるというか、半分だから中絶できる期間もあと1ヶ月ぐらいしか残されてなくて、だから相当焦ってたんですけど、でも弁護士が来るっていうことで安心してその場は納得して帰ったんですよね。でもまたうちに電話がありまして、その後彼から連絡がないと。僕はそんなのあるわけないじゃないかと最初から思ってたので、それはしょうがないですねと。じゃあどうするんですかって聞いたら、もう一回会いに行くと。でまたついてきてくださいって言うんですよ。でそんな仕事じゃないんですよね、探偵って別に。それ弁護士さんだろうと思って、でも弁護士を連れてきなさいって言ったんですよ。だからここですよね。ここでじゃあ YouTube に出てくれますかって言ったらこの瞬間ですね。そしたら出るっていうもんで、この話はちょっとすごいのでね。で妊娠させた彼っていうのも、妊娠させられて、外人に妊娠させられて逃げられて、実はその外人を捕まえてみれば結婚していて、でイタリア人じゃなくてチュニジア人だったんですよ。だから中東の人、チュニジア人ですね。なんでイタリア人でもなかったんですよ。でそのなんていうんですか、話し合いの場に行くのに、ちょっと気をつけてもらいたいことがあるって言って、これはさすがに YouTube でも言っちゃダメなんだろうな。じゃあいいや、ちょっとやばい事情があるっていう、彼には一個やばい事情があるって言って聞かされて、その要は住所と名前分かったことに彼女が徹底的に調べたみたいなんですよね、別口で。でそれやばい事情があると、だからついてきてほしいと言ったら、すごい剣幕で怒ってるわけですよ、男が。で僕はしょうがないからちょっと話だけでもちゃんとしてあげればって言って俺に殴りかかってきて、その男が。で正直その、すっごい大振りのパンチだったのでシュッとこう避けまして、殴ったら大変なことになるよって言ったら、その男が逃げ出したんですよね、早足で。その時にスマートフォンをめちゃくちゃいじってるんですよ。その時に何とも思わなかったんですけどその依頼者の方が電話持ってんじゃんとか言ってめちゃめちゃブチ切れ出して、それ電話持ってるでしょ、まさかまだ電話は持ってないと思ってたのと思って。つまりその時点で彼が彼女に言ってることの全てが嘘だったんですよね。全部嘘。名前も嘘、国籍も嘘、職場も嘘、電話持ってる持ってないも嘘、結婚してないも嘘で、挙句の果てに年齢も嘘だったみたいなんですよ。年齢は27じゃなくて37だったって。って言って。でその依頼者さん自体ももう40歳なんですよね。だからよく27歳の男とって思ったけど、そうなんです、40歳なんですよ。だから子供を産むって言ってもギリギリだったから、本人もちょっと産みたいとは思ってたみたいなんですよね。で話し合いの場がないからっつって、であまりにもこっちがしつこく追ってくるもんで、そのチュニジアの男はですね、何を思ったか交番に入ったんですよね。したらその交番で話し合いをしなさいとか言って、そんなこと交番やってくれるんだってちょっと思いましたけど、テーブルと椅子を用意してくれて話し合いしなさいって言って、そしたらですね、向こうの奥さんも来たんですよね。
チュニジアの人の奥さんで、あなた、私がこうやって妊娠させられてどう思うんですかって依頼者が言ったんですよね、奥さんにね。奥さんからしたら不倫相手に見えるかもしれないですけど、結婚してるって知らなかったんで不倫とはならないんですよね。騙されてただけですから。そのことをね、向こうの奥さんに言ったんですよ、バーッとね。そしたら向こうの奥さんはですね、こう一言だけおっしゃいました。そういう男なんで私は諦めてるんですってニコニコしてね。でこっちも聞いてるこっちはポカーンとしちゃってね、もうこれダメだと思って依頼者さんの肩叩いて、もう僕たちは帰りますよって、もうおまわりさんがいますし、もう何も事件は起こんないでしょうからって言って、じゃあ後日やっぱり弁護士を使って電話するっていう風に言って、その場で終わったんですよ。その日本人の奥さんがびっくりしちゃいますよね。旦那が騙した女性が妊娠してるっていう状態で、そういう男ですから私は諦めてますんでとか言って、そういう人だから仕方ないですねだってびっくりしちゃいますよね。もうなんか俺もう違う世界に来てしまったと思いましたね。で帰ったんですよ、僕たちで。後日その弁護士から連絡ありましたかって言って、ないっつって、で依頼者さんもね、なんでこの時点で降ろさなかったんだろうと思うんですけど、結局降ろせなくなっちゃったんですよ、日本で。でアメリカだと妊娠6ヶ月までいいのかな。だからアメリカまで行かないと中絶できないというふうに言ってて、じゃあアメリカ行く用意をしていると。でその人なんか留学かなんかでもともとアメリカに行ったことがあって、なんかそのアメリカに行くことになんかためらいはなかったんですけど、でアメリカ行ってじゃあ中絶してくるって言って、でもやっぱりその連絡が万が一俺は別れてお前と結婚するよっていうのをまだちょっと思ってたんでしょうね。だから結局アメリカでも下ろせなくなって、でアメリカにはその産んだ途端に養子に出す制度があるみたいなんですよ。要は自分で育てられないアメリカでポンと子供を産む、アメリカで生まれた子供はアメリカ人だから育てられないから、産んだ瞬間に養子に出すっていう制度だから、要は産むだけ産んで子供は誰かに任せるっていう制度ですね。でそれに申し込んでアメリカで産んだそうなんですよね。で僕もうそれだ、もう今後ねそういう風に騙されちゃうことあるから、外人の人だった場合ちゃんとパスポートとかそういうの見せてもらった方がいいですよって言って、できれば外人やめた方がいいですって言ったんですよ。そしたら私凱旋なんですって言うんですよ。凱旋って何ですかって。凱旋って外人専門女ですって言って、何ですかそれって言って、外人を専門に彼氏を作ったり遊んだりするんですって言って、外人じゃなきゃダメなんですって言って、っつって、だからそれだとまた騙される可能性ありますよって言って、いやでも私凱旋なんです。あ、そうですか。ちなみになんで凱旋なんですかって言ったら、そのエッチが最高なんですって言ってました。どうも長い時間タラタラと喋って申し訳なかったです。じゃあまた探偵ドライブで。